はい。ライブ行きます。はい。来ましたかね。こんばんは。緊急で、ライブをさせていただいてます。ドロです。はい。じゃあ、ライブの方ね、始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日帰ってきてですね、とにかくちょっと驚いてます。で、驚いてるか昼間からずっと日経とかいろいろ気になってて、で今日の下げがね、ちょっと予想外なところがあって、で、僕も今週見て上がっていく可能性もあるかなって昨日言ってたのに、全然そんなこともなかったので、まあ、何が原因かっていうのもちょっとファンダメンタルも分かってない状況もあって、で、ちょっとポストプライムもペッペッと見たんですけど、いまいち下がったっていう事実はわかるんですが、何によって下がってるのかっていうのもよくわからない状態のまま、帰ってきて、今日はちょっとみんな不安になってるかなと思ったので、緊急でライブをして、で、11時半にね、なったところで、また、米国株の方もね、相場もね、見ていきたいなと思っております。今日は緊急ライブっていうことなので、一応暴落相場、なかなか皆さんも見たくないこともあるとは思うんですけど、僕も結構こう、テンセントやられてたりとか、いろんな、インドもそうですね、かなり落としてて、ショックは大きいですけど、でもこれはこれでしっかり受け止めてね、行きたいなと思ってるし、皆さんも多分不安になってる方も多いと思うので、今日の相場は。なので、そういったところを一応また冷静にね、分析をしていけたらなって思っております。はい。今日もよろしくお願いします。それでは、早速今ちょうどご飯も、横に置いたんですけど、置いては見たものの、ちょっと今日は、ご飯食べてまったりっていうか、で、BGM もジングルベル鳴らしとっちゃいかんなと思ってちょっと変えました。やっぱ。もうなんかジングルベルどころじゃないですよね、今日は。はい。じゃあ、今日の、相場の方ね、まず、昼間あったことから確認をね、していきたいなと思っております。はい。今日のまず昼間ですね、アジア相場から確認ですけども、日経がもう27,900まで落ちましたね。もう本当になんて言ったらいいんだろう。そろそろあれですね、3万円とか言っとる場合じゃないっていうか、日経は本当に難しいなと思います。はい。で、トピックスも 2.17。マザーズのまだマシかなっていう感じです。最後落ちましたね。昼間は。で、ダウの CFD は今 1% 下げております。で、確か、こちらの、今先物の方ですね。もう先物が、もうナスダックがこの時点で 1.28 下げてるので、もうやっぱり先物がね、この時点で 1% 下げてるって、結構 SP500 もそうです。大ごとですね。どういう相場になるかがちょっとわからない。やっぱりこの1時間はね、11時半から見るべき状況かなと思います。で、先行指数になってるのはね、どれかわからないですけどね、米国のその10年国債がまたキューンと上がってるので、これは、はい、やっぱ株と逆相関してると思いますね。はい。これは世界の他の株価もちょっと確認をしていきます。中国が弱かったですね。中国って香港がこの22,000って多分結構な水準、かなり安値ですよね、これは。いましたね。で、インドもね、まさか、そうですね。この 16,600 のとこまで落とすとは思わなかったですね。はい。一時期 16,400 ですから、かなり、またチャートをね、見たいと思うんですけど、ひどい
じだったと思います。で、ヨーロッパの方は落としているけど、ドイツが一番ひどかったですね。はい。今ちょっとだけ戻して、日本でも 1.89 なので結構厳しい状態です。アジアもそうですね、1% 近く落としてます。まあ、オーストラリアとかそこだけマシみたいな。トルコがね、またほんと怖いですね。やっちゃいましたね。はい。6.35 ってもう異常ですね、これ。大丈夫なんですかね、この国は。って思うぐらいの上げですね。まあ、この間上げてたのが本当にどうだったのかなと思ったんですけど、南アフリカも落としています。はい。という状態ですね。はい。あと、ちょっと商品の方も見てきますね。ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウム、銅。パラジウムはこの間ちょっと金曜日上げすぎたところが金曜日とかあったので戻した感はありますけど、コモディティは下がってるっていうよりも、ここまでですね。はい。っていう感じです。原油がやっぱり落としています。天然ガスはわけがわからないです。5% までいってるので、ちょっとこれは、はい、よくわからないですね。なんかファンダメンタルが出てるんでしょうか。寒いっていうことしかわからないです。まあ、大豆コーンは特にこれはそんなに変わることないと思います。ぐらいですね。ちょっとコーヒーが落としてるのが 5% 気になりますけども。はい。っていうところになる。コモディティは今そんな状態ですね。仮想通貨も見ます。仮想通貨がちょっといっちゃってますね。ビットコインはかなり弱含んでますね、これは。この水準はちょっとまずいところに来てます。はい。イーサの方が注目しとった方がいいと思うんですけども、イーサも、そうですね、3800ドルぐらいですね、これ。円で見てるので。そうですね、ちょっと、まずい。でも、まずいっていうか、落としどころはまだそこまで、落としてない気はしますね。はい。まあ、株の方が危ない気はします。はい、ということで、バーッと、大体の状況を今話したんですけども、テクニカル上の話をまたしていきたいと思います。ドルインデックスの方を見てみます。はい。ドルインデックスの方は、まだ今んとこ、レンジの状態であります。だからコモディティに関してはそんなに動きはないかなという状態ですね。こことしてはそんなに変わらないです。はい。さて、ここどうしようかな。11時半になったところで見た方がいいんですかね。このナスダックと S&P は下げてはいるんですけど、またじゃあここはあれですね。11時半になったところで、見ていきたいなと思います。はい。今日緊急だったので、チャットの方もなかなかないと思いますけども、それはそれで全然、はい。僕も今自分の中でも状況確認をしながらになってるのでね。はい。お願いします。これ、そうですね。昨日ちょっとアメリカの株の方の、テクニカル、火曜日やる予定のやつをちょっと仕込んでおいたんですけども、明日については通常高配当についてここからまた調べて、高配当株を中心にやっていきたいなと思っております。はい。ですね。今日のファンダがね、全然わからないので、ちょっとこれで、今まだ5分ありますね。データウィンドウでね、これちょっとニュースを見ますね。皆さんもニュース見て、ヘッドラインでちょっと確認をしますね。夕方、まだヘッドラインはちょっと夕方までのことしか載ってないですね。日経のテクニカル大幅下落、戻り買い中国、香港が安い、債券書いてある。特に主だったファンダは今出てないですね。ハイテク売り。
コロナの関係とかあるのかな。それ、マザーズ、独楽。そうですね。特にたたっと見た感じでは、下がったことしか書いていないな。はい。新興国、年初来最安値。はい。ぐらいですかね。そうですね。あんまり、このヘッドラインもあんまりあれですよね。ちょっと出てないですね。はい。米国株の方はまだ、オープン前なので、プレオープンという形で、詳しい方はね、プレオープン見てる方もいるかもしれませんけどもね。はい。はい。それでは、そろそろ準備をちょっとしてあ、そうだ、あれですね。でん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 っていうのあったかなチン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 って、今日の出るの方は、どれ猫株さんの方は、チンチン鳴らしてるやつが、今週のスケジュール、気持ちよさそうですね。いや、癒されるわ。ずっと置いてある。どれだっけこれ、これ戻さないとこれ出てこないのかな。あれこれで出るのか。はいはいはい。すいません。もうこれ、別に勝手に楽しんでるのでスタンバイさせてもらってますね。はい。ポストプライムの方はなんか出てるかな。みんななんかちょっとだけ1時間ぐらい、1時間じゃない。ちょっとだけ見ただけだったので、損切りした人も出たりとか、炎上そう、なんかバブルが終わったとか書いてる人もいましたね。ビットコイン、仮想通貨下がっている。お疲れ様です。ちょっとここで、あれしちゃいました。で、ついでにいいねを押しているという。落ちてきそうな入れば。なるほど。何回か。なるほど、なるほど。これでも、チンチンチンってならないから、あと3分ですね。ビットコイン、バイ、決定的なことはやっぱ言ってないですよね。僕のフォロワーさんというか、やっぱりほとんど投資の関係の方ばっかなので、詳しい方も載ってるんですけどね。はい。ビットコインやっぱ気になってる方も多いですね。ビットコイン水準から落としてるのかね。はいはい。デイトレ出てきたんですけど。はいはい。トルコリラそうですね。特にファンダで言っている人はいないですね。ファンダは原因探しなのでテクニカル上のことが多いかもしれないですけどね。これバイデンのなんだこれ。これもあんのかな、税制のやつ。ぐらいですかね。ちょっとまだ原因がわからないですね。言ってないですね。そろそろ相場が始まるかな。ちょっと今のところパッと見た感じだとみんな何が落ちてるかっていうことについては書いていませんね。はい。
じゃあちょっと相場の方に戻ります。でここから、11時半だった。あれだ。半になれば。時計ちゃんと買ってこないといけない。時計買ってこないとね。半になったかなまだかなあ、なった。あ、あれあ、これじゃないわ。こっちか。はい。なります。鳴らせれるかなもうちょっと頑張って。あ、俺、なんか鳴ったぞ。もしかしたら、アラートが鳴ったのかなあ、鳴った。あ、NVIDIA が鳴った。NVIDIA ついに落ちたんだな、これ。はい、早いな。はい。それでは、チンチンなったので、相場の方、まず、全体の方行っていきましょう。ダウが来ました。SP も来ました。ダウが 1.31 ドーンと来てますね。まあまあまあ。SP も変わりません。1.32 ですね。まだですね。ナスダックが怖いですね。ナスダックが今 NVIDIA がここまで落ちてるからかなりかなこれ。ちょっと怖い。あ、ソックス指数が 1.1 か。半導体は 1.1 ですね。はい。ナスダック出ました。1.42 スタートですね。まあ、でも日経が 2% だからな。どうかな。はい。スタートはそんな感じですね。もうかなりみんな含み損になってる。含み損かもしくは戻っちゃってるんじゃないですかね。だってナスダック 14,900 でしょ？俺が確かレバナス買ったのが 14,000 の時だから、そうですね。このナスダックなんかは特に11月あたりで買った人は多分持ってれば含み損ですよね、きっと。はい。じゃあちょっと、こちらのテクニカルの方を追ってちょっと見てきますね。まずナスダックの方ですね。はい。ナスダックちょっと4時間足だと分かりにくいね。1時間足に変えます。ちょっと細かくしました。ですね、今1時間足で見てるので、そうですね、この1時間足で見ても12月6日の今、落とした水準を割りましたね。1万割りましたね、ここ。割って、でも、15,400の水準、15,400の水準は一応サポートされる。細かく言うとね、ここは一回サポートがありますので、ナスダックはそこまでは見てもいいかな。今 15,500 ですよね。15,420 のラインまでは下がってくるかなと思います。その下は、15,300。まあでもここ 15,400 から300なラインは結構サポートされてはいますのでね。細かいですけど1個線引いときますね。ここ1個。あ、これ赤くなっちゃった。このサポートラインはありかな。あれ消えちゃった。ちょっとごめんなさいね。赤いライン。あ、赤くなっちゃったんだ。黒出しといて OK で。あれ点線だぞ、これ。なんだこれが実線にしといて。はい。このラインですね。ちょっとそうですね。15,300 までのラインは見た方がいいです。あと200まで落とす可能性はあります。即興なのですいませんね。はい。1時間足で、ちょっと4時間足に戻しますね。次行きますね。
S&P500 ですね。1時間足にします。S&P500 は、ただ1時間足で見ると、今ちょっと戻したんですね、これ。今日の夕方が一回ぐーっと落としてましたね、先物で。今ちょっと戻した状態です。ただ、これも、そうっすね、ここの12月初めが4510っていうラインがあるので、一応今ここがもし抜けちゃったら、4500ちょっとぐらいまでは、あと2、30は落とす可能性はあります。はい。今日の日経は先行指標にはなってないと思うんですけど、このサポートラインがあと30落とす可能性はあります。まあ今日1日見ないといけないですけどね。はい。ただ続落なのでね、ここ落としてちょっと嫌な感じですね。本当に。はい。はい。じゃあちょっと4時間足に戻しまして、あれダウの方ですね。ちょっとこれ変な。今日さすがに常連さんは、緊急だったので、はい。全然いいです。不安になってる方が一人でもいらっしゃれば、なんか、ね、自分もそうですし、こういうことができないと思ってます。ダウは、そうですね、ダウ、上昇トレンドにタッチしてちょっとひげつけちゃってますけど、まだ下げ止まっている状態ですね。ダウはここ、今の34,500、600、このあたりはサポートがすごい強いので、このあたりは結構ダウは強いというか下げ止まる可能性はあります。はい。33,000ぐらいまで結構ここ強いですね。ボコーンと落とすことはないんじゃないかなと思うんですけど、はい。今のサポートもそうだし、ここもサポートされてるし、ここもそうだし、34,000、33,000、結構ここ多いですね。なのでダウの方がまだテクニカル上は心配ないかなっていう感じはします。ナスダックの方がちょっとどうかな、やばいかなっていう気はしますね。3指数は今そんな状態です。では、個別株の方の状態を見たいと思います。こちらの方でまず見ていきますね。まず個別株の方ですけども、腹減った。ちょっとチャッと言ってきますね。主だったところで。アップルが今 1.45 下げてます。アマゾンが、ちょっとアマゾンが 2% 珍しいですね。アマゾンちょっと出してたので。そうですか。アマゾンは今いい位置にいますね。ちょうどよく止まる位置にいますね。2% ぐらい落としてます。ちょっと、ごめんなさい。テクニカル上昇トレンドが一部修正をします。まだちょっとヒゲで落としてますけど、上昇トレンドの中にはいます。トレンド、はい、こんな感じですね。戻してくるかもしれないですね。Amazon は。はい。それから目立ったのが、Facebook が 2.4、Facebook が 2.25 ですけど、今ちょっと戻しつつありますね。これ見ますかね。はい。そうですね。戻してるというか、まだそこまで怖いとこまでは行ってないですね。はい。ハイテク売りすごいかなと思ったんですけど。すごいのがあった。アリババがまたすごいな、これ。ちょっとアリババここで出せるかな？アリババを出してみますね。
アリババの4時間足、1時間足でいくか。アリババがもうこんな状態ですもんね。アリババ、やばいっていうか、アリババは 112.04 まで1回落としてるので、もう1回落としそうな勢い。ダブルになってくるかなって感じ。まあでも、ちょっと今アリババほんと信用できなくなっちゃいましたね。残念ですけど。いつか買い場が来るだろうと思ってダブルボトムかなんか待ってるんですけど、なかなかこれが難しかったですね。大丈夫なのかなですもんね。下がり一辺倒ですもんね。はい。今 4% まで落としてきています。なのでちょっと、この間まで落とした、113? 今116ですよね。113、4か。まで落としてくるかもしれないですけど、うわぁ。4.35 までいっちゃってる。なんでこんなに売れちゃうんだ。アリババちょっとほんと怖いっすね。アリババショートしてる人が多いのかな？ちょっと本当に良くないです。はい。まあ、テンセント今日 2% ぐらいでしたね。中国の。はい。はい。あとですね、主だったところの個別株は、スクエアが 3% 落としてるね。161か。コインベースはビットコインと連動してるので 3.3% ならまあ納得。マイクロストラテジーも 3% なのでまあそうですね。ビットコインと連動してるんでしょうね。スクエアの 3% は痛いですね。きっとこれは。エクソンモービルは原油の関係です。マイナス 3% ですね。ハリバートンが 4% 落としてるな。ハリバートン見てみますね。ハリバートンがなんかもう落としてる話しかしないですね、今日。うわ、なんだこの、いかんな、これ。ちょっとごめんなさい。これ多分、ハリバートン一回書いちゃったから、こっちにいるかな。いかんわ、これ。ちょっと待ってよ。これで消せるかな。くらいか。すいません。ちょっと。デジサポラインもちょっと、一本多いな。はい。重複して、まあ、いかんね。これ、なんかトレーディングビュー重複しちゃうんだよな。ハリバートンは僕、買い場かなと思っていたはずなので、ただ今は下がってるのでみんな、どこの買い場も今の状態は買っちゃいけないフェーズだと思います。今週、動き方を見るべきですよね。月曜日がこんな感じなので、金曜日までの動きで見た方がいいですね。今ちょうど、そうですね。タッチはしてるんですけどね。はい。上昇トレンドにタッチをしてるんだけど、まあ、様子を見て買えるかどうかっていうとこだと思います。これ違うな。ここだな、きっと。もう一個、俺一段下げたんだな、これ。すいません。これ、前のやつでしたね。19.17 だが、まだ下げたいと思ってるんですね。すいません。はい。お疲れ様です。どうも。はい。いつもそうですね。すいません。なんかバーっと見て、いいねさせてもらってます。皆さんのはい、投稿とか見て、僕もニュースとか、結構みんなほら、ニュースとか出すじゃないですか。だから、ファンダメンタルを、ニュース見るより、皆さんの投稿を見て、なるほどってこう、流し読みして、させていただいて、すいません。いいねばっかでいつもさせてもらってすいません。コメントできればいいんですけども、本当ニュース感覚で、今、拝見させていただいてます。勉強させていただいてます。はい。あと、主だったところがですね、
でっかくいっちゃってるところは特にないです。全体的に3%。ボーイングが 3.5 いってますね。ボーイングが、そうですね。ボーイングだ。これ、ボーイングがこういう風になってるっていうのは、ちょっとなんていうかな。航空株がやっぱり良くないと、そうですね。良くないですね。これ、良くない。景気にすごい影響しますよね。3.7% までいっちゃいましたね。でもこれ、ボーイングはこれサポートされてない領域までいっちゃってるので、ちょっと今日怖いですね。183ぐらいまで落とすかもしれませんね。ちょっとここないので、ストーンと言っていますね、今。はい。レバレッジかけてる人はショートしてるかもしれません。はい。あと主だったところの個別株の方は、そうですね。極端に下げてるのは 3% ぐらいまでのとこで、なんか変な暴落してるのはないですね。全体的に落としてますね。3%。ハリバートンはさっきやったので、コインベースも。そうですね。アリババがやっぱもう 5% までいっちゃいました。ダントツですね。早いっすね。投げ打ってますね、アリババは。怖っ。言って俺もテンセントも本当にやばかったな。今日の中国は。またこちらに戻ります。もう今日やばいしか言わないですけど、すいませんね。そんなんみんな知ってますっていう。やばい位置までね、見届けたいと思います。その、やばさでも、今 1.3% なので、今日日経が 2% まで落としてるので、2% ぐらいまで覚悟しとこうかなと思ったんですけど、多分日経は他の要因もあるのかもしれません。はい。ただ、ナスダックは金曜日、木金とあって、週をまたいで落ちたので、これがちょっと嫌ですね。その、週末でもうこう、週末の時に落として、今週はさすがに戻すだろうっていう形状だったと思うんですよ。特にダウなんかを戻すかなと思ったんですけど、戻せなかったので、この点は、良くない兆候ですね。だから多分、こんだけ続落して年末のこの時期に続落してるっていうのは、みんな多分中では、なんていうのかな。年末に向けて上がるだろうと思ってる方も結構いたはずなんですよ。例年。で、これがそうでもないとなると、悲観というか、そうですね。特にそのハイテクが一番もし落としてことであれば、来年に向けての不安がやっぱりあるかもしれないですね。ビックスもちょっとヨーグルト食べちゃいました。ビックスをちょっと見ますか。恐怖指数、どっかに載せたぞ。あれちょっとごめんなさい。ビックスどこだったっけ？こっちか。株式の最後か。ちょっとビックス見ますね。でも、あれビックスは上がってるけど、まだそれほどじゃないですね。これいつの時間のやつだ？今日、日足で今日ですよね。あとはあれだな。ちょっとごめんなさい。バラエティ部門をちょっと見ますね。どこだっけ？コモディティバラエティ。UVXY。こっちはピョーンっていってるな。ウルトラショート。GMO クリック証券の方のビックスのウルトラショートですね。で、ポーンといってますけど、1時間足ごめんなさい。これ、この間の、ここ書いてると。言ってるけど、まだ、そこまで
はい。このビックスをウルトラショート見てる限りは上がってはいるけど、そこまで上がってはない。だって確かもうまだこのビックスのウルトラショートは買えないですよね。売り規制になってますよね。はい。もうみんなここちょっと警戒はしてたかもしれないので、商品としては買えなかったかもしれません。16、そうですね。まあ 16.34 っていうのだと確かに、はい、危機は感じてるかもしれないですけど。ただまあ、こんな言い方あれですけど、12月の4日がすごい上がったと、ビックスがすごい上がった時あったんですよ。これショートしてた人も引っかかっちゃったやつ。ロスカットされてるのが。そこに比べまだ、はい。ですね。今日のことは。これで今週また2回ぐらい続落したら、こりゃもう、総悲観ですわ。はい。今日の時点だとまだそこまでですね。多分。今日の時点で 2% まで落としていればわかんないです。でもダウが 1.75 まで来ましたね。ちょっとじりっと落としてますね。この1時間ですね。なんで一応僕の方は12時15分で終わりたいと思うんですけど、まあ相場の方は最初に1時間ぐらいはね、見ておいてた方がいいかなと思います。ダウがちょっとじりっと下げてきてますね。はい。ちなみに仮想通貨ちょっと見ますか。さっき仮想通貨言ってましたもんね。ちょっとこれ仮想通貨テクニカル出しますね。最近ちょっと仮想通貨みんなあんまりそんなに言わなかったんだけど、下げたっていうのは多分もしかしたら水準を割ったかもしれないので、ビットコインを見ます。であとこれイーサリアムも出しておきますね。まずビットコインの4時間足を出しました。ビットコインの4時間足ですけども、どうですか？これ、ちょっと。下げた、そうか。この下げはあれですね。確かに前回の12月18日の下げと、朝に来た下げと同じ位置に来てるので、ここ割っちゃうと、ただなるほど。これドルベースですけど、ビットコインの。44,000ドルの水準もあるので、一段下げてきても44,900のラインまでは硬いかなと思う。下げてもそこまで下げないと思いますね。このサポートは。そうですね。そこまで悲観することはね。もしこれ結構熱い、何回も止まってるサポートなんで、ここですね。見せるか。こことか言っててもダメです。このラインと、このラインと、このラインと、で、今で、なので、そうですね。この丸がついた位置は結構サポートされてるので、ここ割ったら次がうわっと思いますけど、44,800の水準。ここは硬いんではないかなと思います。今んとこ、それは伝えしたいと思います。イーサのサポートラインもちょっと見てみましょう。おっと。書いちゃった。すぐ追いかけしちゃうんですよ。イーサは、でも過去に何度も落としてますね、ここ。そうですね。イーサの場合、この3700ドルの近辺。今の近辺も落としてるし、最悪3650のラインも硬いので、そうですね。そんなに、こんな言い方失礼ですけど、悲観することまで今んとこないかなって感じはします。サポートされてるとこが多いのでね。ちょっと今、
上昇トレンドが緩やかになったので、イーサ久々、持ってるくせに、長期でも保有しようと思ってるから、なんか下がっても、あんまりビビらなくなっちゃった。もともと持ってるとこがえらい下なのでね。そうですね。3800。なんとか、そうですね。この3650のラインはイーサリアム止まってほしいですね。はい。一応、ここも止まってるラインをちょっと示すか。ここ。もうここ。ですね。で、止まってますのでっていうことで、はい、このサポートを支えられればいいかなと思います。ということで、仮想通貨はサポートラインが1個あるので、そこ見てもいいんじゃないかなっていう気はしました。結構ポストプライムでいろいろ言ってらっしゃった方がいたのでね、ちょっと簡単にこの2銘柄については言いましたね。はい、見てみます。ダウがまだちょっと 1.7% まで来ますね。ナスダックがちょっと戻してますね。NVIDIA そういえばどうだったんだろう。ちょっと待ってください。NVIDIA どうだった？NVIDIA、うわ、プラスに転じてる。ネットフリックスがプラスになってる。何これ。ちょっといいですか？ NVIDIA をここで出しますか。さっきじゃあヒゲつけて上がってったのか。さっきアラートが鳴ったんですけどね、NVIDIA。やったな。本当ですね、これ。今ちょっと NVIDIA 買いたいなと思ってて、アラートを鳴らしたんですけど、273のとこで。パーンと下げて、今戻しましたね。でもまだわかんないです。NVIDIA はいつか持っていたいなと思ってますので、みんなでもこれ狙ってたのかな？ここの水準。わかんないですね。ギュギュッと上げてますね。はい。買いたいなと。多分ですけど、NVIDIA とテスラは買いたいと思ってた人は絶対いると思うんですよ。今年。僕何気に今最近おすすめなのはコストコっていうとこですけどね。コストコはおすすめです。本当に今ちょうどダウの銘柄のマクドナルドもそうですね。マクドナルドも最高値でしたよね。とか P&G とかあたりとかをまた明日ちょっとやりたいと思うんですけど、見とくといいと思います。はい。本当にダウ銘柄今、ローテーションじゃないですけどいいと思いますね。NVIDIA カーンってやって買いたかったけど、もう一回今週見たいですね。はい。本当に見たいです。本当に買いたいなと思ってたので、もうこういうところで絶対もう買えないなと300の時思ってたのでね、決算が出た時かな。はい。ちょっとあと、ネットフリックスがね、1.52 なの。これあれですかね。ネットフリックス、1、2、3番目、ここか。ネットフリックスもしかしたら、巣ごもり需要があるので、何でしょうか、これ。この相場で上げているのは、4時間視しますね。下げ止まったのか。上げたっていうよりも、下げてますもんね、すごい。200日も割ったんですもんね。もしかしたら、そうですね、下げ止まってるかも。ここ形状面白いですね。200日とタッチするかもしれませんね。はい。プラスに転じているものが、ちょっと今、じゃあプラスに転じているものをまた紹介しますかね。こういう銘柄でかでも、プラスに転じているものがあるっていうことがね、面白いことも思います。ネットフリックスは、プラスに転じてるというか、戻してる最中。まだ下落の途中ですけど、戻してる最中ってことですね。
はい。あとですね、これは何？ペプシか。ウォルマート。戻してるってもう 0% なので、まああんまり変わらないですね。ファイザー。ファイザーが来てるってことで、やっぱあれですね。コロナの関係も多少影響してるってことですかね。だって航空株が下げてて、ファイザーが上がってて、他が下げてるから、なんか今日あったのかな？もうコロナの関係全然今日知らないので、この方式は似てますよね。あ、でもジョンソン&ジョンソンは下げてるな。で、あとはeBay が上がる。まあ、なるほど。AT&T は下げまくってたので戻してるだけですね。これ 1.98 ですけど、いい材料とは思えないと思います。この間見たのでね。でも戻してるものがそんなないですね。はい。っていう状態ですね。まあ、でもネットフリックスがまあ戻してるぐらいで、これ全部戻してるっていうぐらいですね。はい。だいたいそんなとこですね。まあでも、はい。今日は、その暴落の程度をやっぱり、日経の方がね、2% とか落としていたので、どの程度来るかなと思ったんですけど、またなんか変なニュースが出てくるから、こっから落としてくる可能性はあるかもしれませんが、まあ、そうですね。今の見てるとこだと、ちょっと落ち着いて、続落ぐらいかなっていうふうに見ていいかなと思いますけど、まだちょっと買い場が、今週はね、見つからない。今週末でちょっと上がってくる状況があれば、買ってもいいかなと思うんですけど、今皆さんも含み損がある人もいらっしゃると思うので、買ってる方は、本当に、耐えていきたいなと思います。で、僕も耐えてるので、はい。今日はね、まあ、だいたいこれくらいで良さげな気がするので、はい。また、明日、終値を状況確認して、で、明日は言ったように当初と同じように、高配当株、こちらのね、銀行株とか、高配当株。やっぱもう、ここ1年は、今年はその S&P500 とか、ナスダックは良かった年ですね。まあ今年っていうか去年のコロナから明けてからって言った方がいいですね。この2年。さて、ここから来年に向けて、やっぱり、S&P が例えば1年間で 30% 上がった年ってもう本当になくって、もうこんな右肩上がりの米国株っていうのはやっぱ珍しいと思うんです。そうすると来年に向けてもう一度高配当株っていうのを勉強する必要がある。視野を広げていく必要があるんじゃないかな。だからちょっと変な話、相場とかをあんま見なくて積み立ててる人は、今から始めようかなっていう人は、ちょっとリターンが少ない年に差し掛かる可能性もあるので、やっぱりこれからの時代、右肩上がりになる、なんていうのかな、相場って、やっぱ自分たちでこう、米国株とかね、見つけないといけないと思うんです。なんで、まあ、S&P もインデックスも強いと思うんですけど、来年だけ言えばインデックスはわからないと思うんですね。まあ、その中で、例えば今日、まあ明日話そうと思うんですけど、今年に至っては、じゃあこれのここでね、見てわかるコストコとか、これですね。まあ、なかなかこういう今年右肩上がりのような、こういう、チャートってなかなか見ないと思うんですね。それから、僕が思っ
たのは、あとは、意外にですけど、フォードか。意外かもしれませんけど。皆さんも知ってましたかね？今年のこのフォードの、チャートも。これも綺麗ですよね。うん。とか、やっぱり一個ずつの、このチャートの方で見ていく必要がまずあるということ。はい。あと、これ見えるのかな？スターバックスも、見ますか？スターバックスも、いいですよね。これかな？スタバここじゃないか。こっちで見る。チャートのね、場所によってね、出てこない場所があるので。スタバが。ここか。スターバックス出しますね。スターバックス今落としてますね。いいなって言っといて。上昇トレンドに乗っかってるなと思ったんですけど。最近ちょっとこう、うねねーってしてますもんね。これ買い場から落としたな。スタバが。あとはこれでマクドナルドですね。ここら辺、高配当を見たいですね。マクドナルド。なかなか高配当株上げてこないです。そうですね。今年もマクドナルド良かったですね。はい。こういう銘柄をやっぱ、ちょこちょこ見つけていく必要はあるんじゃないかなと思う。知ってはいるけど、やっぱりどうしても、ハイテクに気を取られたりとかすることも多いと思うんですよ。はい。高配当株も見る必要があるなっていう、ことを言いたかったです。あとは、そうですね。P&G も良かったですね。はい。ちょっと最近 P&G 上がりすぎてちょっと怖いですけど、P&G も今年1年いい形だと思います。多分パッと見たときに、なんか上昇トレンドだなって見るとわかるじゃないですか。はい。一つずつの個別の株を見れば、そういうのも出てくるので、来年に至っては、個別株をしっかりこう見てね、安いところ、上昇トレンドに乗ってるところの付け根とか、そういうのをこう探してもね、行きたいかなと思います。で、GAFAM で言うと、やっぱマイクロソフトとかもいいと思いますね。はい。マイクロソフト。結局俺明日の、あれやっちゃってるな。でも、明日は高配当だから、やらないか。マイクロソフト。はい。そうですね。マイクロソフトもいい形。ちょっと下げてきてるんですけど、でも Amazon とかに比べれば全然、よく安定してる方かなって思いますね。はい。逆に、Apple が気になりますね。Apple は、やっぱ分かりやすいというか iPhone の13から、これごめんなさい、見本になってますけど、何が不安かっていうと、Apple のここ最近が上がりすぎたと思うんですよ。もう今上昇トレンドちょっと違うか、やっと、でもまだここだな。この最近の、12月からの上げはすごかったので、戻してきてる状態。ですね。アップルがどうかな、来年どうなんだろうっていうこう心配はありますね。Amazon みたいな形状、これ見てくださいね。Amazon も形状的にこう別にレンジじゃない上昇トレンドもかけますけど、こういう形になってくるんじゃないかなって気もねしてます。はい。これをやっぱチャート見ないとね、わからないと思いますけどね。はい。ということで、すいません。今日は暴落中継ということでしたけど、意外に、そこまで、まだ、2% までかな、っていうことで、見ときたいな、という状態ですね。はい。はい。
それじゃあ今日はね、ニュースやらないので、このまんま、今日は終わりたいと思います。明日、通常の11時に、今日の終値をやって、それから、特集を組んで、高配当について米国のね、やって、それから11時半の相場を見ていきたいと思う。最近、ダンさんもアメリカに帰ってるのかな？ライブね、なかなか2週間ぐらいやってないみたいなので、ね、ライブ楽しんでる人とかはね、なんだつまんないなと思ってるかもしれないし、僕のライブね、ああいう風にこうプロテイン飲んだりもしない、僕はヨーグルトとか食べたりはするんですけどね。はい。またね、銘柄とかで、こういうのどうかなとか、あればその場でね、テクニカルも簡単に、聞いたりもしてますのでね、よかったらね、また参加してもらえたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ、今日は、この辺でね、終わりたいと思います。はい。どうもありがとうございました。